Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Fuji, vim do Japão. Hoje vou compartilhar mais pedacinho da vida real aqui no Brasil, através do olhar de uma japonesa. Mais uma vez, falo com vocês diretamente de Curitiba, no estado do Paraná。前回の動画ではブラジルのお祭りフェスタジュニーナについてたくさんのコメントをありがとうございました。その中で気づいたのが、実はこのお祭り本場は私が住んでる南部の方じゃなくて北東部なんだっていうことです。私自身はここクリチバでも十分に楽しんだつもりだったんですが、北東部のフェスタは全然レベルが違うよ、絶対行ってみてっていう声が本当に多くて、とても気になってます。そんな楽しかった先週とは打って変わって、今週は特に何の予定もない平凡な1週間で、何の変哲もない日常をお届けするつもりだったんですが、なんと今週はこの YouTube を見てくださっている視聴者さんに声をかけられるという衝撃的な出来事がありました。もうびっくりです、本当に。びっくりです。もうここはクリチバ。YouTube を始めて約4ヶ月が経ち、ある時を境にたくさんの方にこのチャンネルを見ていただけるようになって、今週は登録者が8000名に到達して、 YouTube の画面を見るたびに今でもあまり現実とは思えない不思議な感覚です。というわけで今回はそんな私の日常とその中で感じるブラジルでの不思議なことをシェアしたいと思います。ブラジルライフ。今週なんと私の住むクリチバの最低気温が2度まで下がりました。風も強かったので体感温度はマイナス5度だったみたいです。今週はブラジルに寒波がやってきていたらしく、2日間ほどとても寒くなった日がありました。クリチバだけじゃなくて全国的にこの火曜水曜は寒かったんでしょうか。朝起きると顔がめっちゃ冷たくなってて、布団から出るのも本当に勇気がいります。30秒布団の中でカウントしてから思い切って起き上がっています。クリチバ在住の方は家の中での寒さ対策どうしているんでしょうか。私は去年暖房が壊れてからまだ新しいものを買ってないので、朝はキッチンで暖を取る日が続いています。前日に明日は急激に寒くなるって天気予報を見ていたので、これはいよいよあれの出番だと思いました。実はこのコートは日本から持ってきた真冬用のダウンコートなんですけど、ブラジル移住が決まった1年ほど前に購入したもので、これは私の人生の中で洋服としては一番高かった買い物でした。普段はほとんどユニクロばっかりで、ブランド物にはあんまり興味ないんですけど、もういい年だし、せめてアウターぐらいはいいものを持っておこうと思って奮発しました。一生ものになるだろうなって思って購入したんですが、いざブラジルに来てみたら、確かに冬はあるけどロングのダウンジャケットを着るほど寒くなる日がなかなかなくて、去年は結局1回も着ないままクローゼットの奥で冬が終わってしまいました。このままずっと着ないで終わったらどうしようってちょっと切なく思ってました。もしブラジルに住むって分かってたら多分買ってなかっただろうなと思います。でもこれが人生というもので、何が起こるか分からないですね。というわけでこの日は今しかないと朝から気合を入れて、正直大した用事もなかったんですけど、ダウンコートを着るためだけにお出かけしました。以前にも少しお話ししましたが、ブラジルって歩行者用の白線がなくて、歩道があっても途中ですぐ途切れてたりするので、道を歩くときいつもどこを歩いていいか分からず、車も至近距離にやってくるのでドキドキします。なので未だに近所のスーパーまで歩いていく時も私にとっては大冒険みたいな感じで、外に出るのが少し億劫になります。まさに初めてのお使いの3歳児の気持ちです。日本で白線のことなんか考えたことがなかったんですが、今になって白線の大切さがとてもわかります。というわけで公園に到着しました。外に出てみると気温は2度の割にそんなに凍えるような寒さではなかったです。日本で2度とか1度になってくると耳がちぎれそうなぐらい痛くなったりしますけど、ブラジルの冬はなんか優しい寒さって感じです。確かに朝晩は寒いですが、一度太陽が昇ると一気に暖かくなるので、
いつも暖房器具買おうかと迷いつつもでもなしでもいけるかなとなって結局買わずに季節が終わってしまいそうです。公園に着いた頃にはすでに体がポカポカしていて、あれちょっと服装間違えたかもって感じです。周りを見てもこっちではあんまりロングコートを着てる人はいなくて、薄手のダウンジャケットとか軽めのアウターを着てる人が多いです。それにしても今日は珍しく雲一つない真っ青な空。実は栗千葉って1年を通して曇りの日が多い町なんですけど、こんなに澄んだ青空を見るのは本当に久しぶりな気がします。この天気だけで栗千葉在住者としてはかなりテンションが上がります。よく見ると地面や葉っぱに霜が降りていて、冬だなって実感します。やっぱり日本人としては暑い夏も寒い冬も楽しめるのはすごく嬉しいです。でもこれはブラジルあるあるなのかわからないんですけど、気温が高すぎたり逆に寒すぎたりすると極端に外出する人が減る気がします。でも人が少ないと撮影にはもってこいです。最近は歩いていて目が合った人にはできるだけ自分からボンジーアって挨拶するようにしています。私はブラジルに来てから今まで相手が挨拶してきたら自分も仕返すっていうスタンスだったんですけど、なんか相手も同じことを思ってるなっていうのが最近は伝わってきて、誰かとすれ違う時お互い挨拶しようかどうか迷っているっていうのが相手の表情から読み取れます。なので最近は思い切って自分から声を出すように頑張っています。でも日本に帰った時も知らない人につい声かけてしまいそうで心配です。日本だと知らない人にいきなり挨拶したらびっくりされちゃいますよね。ちなみにコメント欄でもご意見があったように、栗千葉の人ってブラジルの中では冷たいって言われがちで、挨拶の時もハグではなくて握手のことが多いです。でもここがブラジルの難しいところでもあって、栗千葉の中でもリオデジャネイロ出身の人とかいろんな他の州から来た人も多いので、人によって挨拶のスタイルが本当にバラバラです。握手の人もいればハグの人もいて、さらにハグプラスキスまでする人、さらにキスの回数も1回の人もいれば2回の人もいます。私はブラジルに来る前、みんなフレンドリーに抱き合って挨拶しているイメージだったので、最初の頃思い切って初対面でもハグしようと思って腕を回しかけたら、相手は握手派の人でちょっと気まずい空気になったこともあります。なので初めての人と会うと、この人はどの挨拶のタイプかなってついつい考えてしまいます。こういうブラジルでの挨拶の場面でちょっと戸惑ってしまうのは私だけでしょうか。ブラジルライフ。いつもは公園でカメラを持って撮影しているのって私ぐらいなんですが、この日は珍しく寒かったせいか冬の公園の景色を撮っている人がたくさんいました。外で撮影するのって意外とハードルが高くて、特に一人の時は周りに注意しながらやっています。一日私を追いかけてくれるドローンみたいなカメラがあったらいいのになぁなんて思ったりします。そろそろ帰ろうかなと思って公園の出口に向かって歩いていたら、ここで衝撃的な出来事がありました。後ろからフーチさんと呼ぶ声が。びっくりして振り返るとアジア系の女性で、なんと日本出身の方でした。栗千葉に住んでいるそうで、私の YouTube を初期の頃から見てくださっていた方でした。後ろ姿で気づいて声をかけてくれたみたいです。ブラジルで日本出身の日本人の方に出会うのは初めてだったので、すごく安心感があって、ほんの一瞬だけど日本に戻ったような気持ちになりました。びっくりです、本当に。もうここ栗千葉で日本語を喋ることが本当にないので、なんかすごい今不思議な感覚で。でもブラジルのお友達とはもう基本英語。もう本当に聞きたいことがいろいろありすぎて話が止まらなかったです。栗千葉のいろんな情報やこっちで困っていることなど、いろんなお話を日本語でできて本当に貴重な時間でした。平凡な1週間になる予定だったのですが、思いがけないサプライズでした。改めて YouTube をやっていてよかったなと思います。おすすめの市場の情報なども教えてくださったので、今度早速行ってまたレポートしたいと思います。以
前こちらで出会ったある日系のブラジルの方がおっしゃってたんですが、クリチバには日本人がたくさんいるけどみんなシャイだから隠れてるんだよって聞いたことがあります。今回いろいろお話を聞いて、日本人のコミュニティがクリチバにもあるそうで、私の小さな世界がちょっと広がった気がしました。最近はあんまり散歩とかにも行けてなかったんですけど、やっぱりこうやって外に出てみるもんだなと思いました。ちなみにここで一つブラジルの七不思議なんですが、ブラジルってコンセントのプラグの種類多すぎませんか？電圧も 110V と 220V の2種類があって、プラグの種類も2つ穴と3つ穴、さらに家電によって差し込み口の太さが違ったりして、ある場所には刺さらなかったりもします。キッチンにはいろんな家電が置いてあるんですけど、延長コードの先はとてもカオスな状態になっています。ブラジルライフ。さて、お昼は YouTube の編集作業です。いつも動画をアップしてから直後の 1,2 時間はパソコンの前に張り付いてコメントを返しているんですが、それ以降は少しずつ返信をするようにしています。私にとって皆さんからのコメントは本当にありがたくて、特にポルトガル語の勉強にとっても役に立っています。テキストとかには載っていない自然なポルトガル語が学べるので本当にありがたいです。最近は翻訳機能を使わなくてもなんとなくの文章の意味はわかるようになってきました。先週いただいたコメントで思わず笑ってしまったものがありました。その内容が、私の動画が催眠術にかけられたみたいに見てしまうっていうコメントで、意外すぎる感想にびっくりしました。でも思い返してみると、私は日本でずっと美容関係の接客業をしていて、施術中に眠ってしまう人が多かったなと思います。あるお客さんに言われたんですが、あなたの声は周波数がちょうどいいねって言われたことがあって、今まで自分の声の周波数とか考えたことがなかったし、そもそも自分の低めの声があんまり好きじゃなかったので、そう言われた時にはびっくりしたことを思い出しました。私の YouTube を一番最初から見ておられる方はご存知だと思いますが、最初は声なしでテロップだけで動画を作っていて、途中からナレーションを入れるスタイルにして、実は今もどういう感じでやっていくのがいいのか模索中なんですが、今のこのスタイルを楽しんで見ていただけてたら嬉しいです。ところでスーパーで買い物をしていると面白いものを発見しました。ブラジルって歯磨き粉の種類が豊富で、なんとなく眺めてたらこんなものが。さすがはブラジル、歯磨き粉もコーヒー味なのかとびっくりしたんですが、実はこれコーヒー味じゃなくて、コーヒーの黄ばみを取るための歯磨き粉らしいです。お土産にいいかもしれませんね。そしてこんな見たことのない新種のナスも発見しました。なんかめっちゃおしゃれで、買い物リストにはなかったんですけど買ってしまいました。ブラジルのレジは私にとってはちょっとハードルが高くて、毎回 CPF っていう日本でいうマイナンバーみたいな11桁の番号を聞かれます。レシートに登録すると税金がちょっと返ってきたり、州によっては抽選に参加できたりすると聞いたこともあります。あとこれはナイスって思うのは、お店のポイント自体も CPF 番号に紐付けされているので、ポイントカードを持たなくても CPF 番号を毎回記録することによってお店の割引や優待が受けれたりします。日本みたいにポイントカードでお財布がパンパンになったり、携帯の中がアプリだらけになることがないので、これは便利だなと思います。でも私は自分の CPF 番号を未だに覚えてないので毎回パスするんですけど、皆さんは毎回入力してるんでしょうか？こんな感じで私にとってスーパーのお買い物は未だにドキドキする時間で、さっきも言いましたが、本当に初めてのお使いの子どもたちの気持ちがすごく理解できるようになりました。とても面白い日本の番組で、確かNetflixでも見れたと思うので、ブラジルの方でまだ見たことのない方はぜひご覧ください。ブラジルライフ。さて、今からおやつのクレープを作ります。以前にも紹介しましたが、ブ
ブラジルにはカフェダタルジという文化があり、仕事や学校が終わる夕方4時ぐらいから5時の間にコーヒーと一緒にパンやケーキを楽しみながら家族や友人とくつろぎのひとときを過ごします。この文化があることをいいことに、最近は毎日のようにクッキーとかケーキを作って夕食前に食べるのが習慣になってしまいました。今日は寒いので何かあったかいものが作りたいなと思って思いついたのがホットクレープです。普通クレープの中にはホイップクリームとかフルーツとか冷たいものを挟むと思うんですけど、今回はホットでも食べれるカスタードクリームを作って焼きバナナとキャラメルソースを挟みました。たい焼きみたいな感じで食べれるので寒い季節にもおすすめです。作り置きしといて翌日にレンチンして食べることもできます。ちなみに焼きバナナはブラジルのビュッフェに行くとよく揚げたバナナが置いてあって、そこからインスピレーションを受けました。どうかなって思って作ってみたんですが、意外にも夫がとっても気に入ってくれてよかったです。というわけで今回はシンプルだけどなんとなく楽しいブラジルの1週間をお届けしました。皆さんはどんな1週間だったでしょうか。また感想やご意見、コメント欄でお聞かせください。特に日本の文化やシステムについて逆に不思議に思うことなどあればぜひ聞きたいです。日本語でもポルトガル語でも大歓迎です。Tenham ótimo final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.